こんにちは。今回はニーモエキップメントより発売されておりますムーンライトリクライニングチェア、こちらをご紹介いたします。こちらのムーンライトリクライニングチェア、この非常にコンパクトな軽量なチェアになってますが、こういったコンパクトチェアといえば元祖はやっぱりヘリノックス。軽さ、座り心地の良さ、頑丈さで圧倒的な人気を誇るブランドになっています。ニーモアと言いますと、これまで軽量な三角テントをはじめさまざまな新しいギミックを取り入れ、類似するコンセプトのものを作る場合であっても必ず一味違った味付けをすることで定評があります。このニーモのムーンライトチェアとヘリノックスのチェアワン、どんな違いがあるのかじっくり見ていきたいと思います。ではまずこの2つのチェアの価格の違いを見ていきたいと思います。こちらがニーモのムーンライトリクライニングチェアですね。ちょっとね名前長いんで、ムーンライトチェアとここから呼びたいと思います。こちらが 18,150 円になってます。でこちらはチェアワンは 12,650 円で、チェアワン、ヘリノックスのチェアワン、ポピュラーなアイテムなんですが、こちらはですねさまざまなブランドのコラボ品であったりとか輸入元の違いによってお値段がだいぶばらつきがあるんですが、今回はモンベルから輸入されているタイプですね。一番デザイン的にもシンプルで、お値段もねおそらく最安になっていると思いますので、こちらと比較していきたいと思います。こうしてみますとお値段は 18,150 円と 12,650 円、ヘリノックスはねまたバージョンによってもう少しお高いものもあるんですが、今のところこの値段の違いは 5,500 円ほどですね。結構お値段は違ってます。いいものはねちょっとお高い感じになってますね。素材とかちょっとねギミックなんかも違いがあるんで、後半ではねこの値段の違いでちょっと納得できるようになってるといいなと思います。次に最小重量ですね。パッケージを別とした収納サックを別とした本体のみの重量がニーモのは 830g、 チェアワンは 890g になってますね。この時点で 60g 軽いですね。チェアワンもね相当軽いものではあるんですが、ムーンライトの方ね 60g さらに軽量になってます。ヘリノックスですね、さらに軽いものはチェアゼロっていうモデルもあるんですが、サイズ感的に組み立てるとこっちの方がね同じようなサイズ感で、快適性をね重視しているモデルではあるので、今回ねチェアワンと比較してますが、同クラスのものであればムーンライトの方がニーモの方が軽くなってますね。60g の違いなんで持ってもあんまり感じないですね。こっちの方がねちょっと後で紹介しますが、収納サイズがねちょっとだけ気持ち余裕があって大きくて、重量がねこう分散されてる感じがするので、持った感じはねスペックと違ってこっちの方がねずっしり感じますね。こうギュッと詰まってる感じがして、要するに分かんないってことですね。どっちも軽いです。そして次に収納サイズ、ニーモの方が10センチ ×10 センチ、そして長さが35センチになってますね。ヘリノックスは10センチ ×12 センチ ×35 センチになっていて、2センチだけヘリノックスのチェアワンの方が大きいスペックになってますね。長さは同じですね。一応これカタログ表記のサイズなんですが、そして長さはもうほぼ一緒なんですが、この周りの細さですね、こっちの方は色によってこっちの方がね締まった色に見えるせいか、でも全然いいものが細いですね。2センチで済むのかなっていう感じがしますね。ちょっとスペックとは反して目の前にある感じでいくと、ムーンライトの方が若干一回りまでは違わないですけど、なんか 0.5 回りぐらいちっちゃいかなっていう感じはしますね。あと外観できますと、ちょっとねこれ今こういったポップがついてますけど、これねラベル取ってあるやつですね。こういうところにねこうフックがついてて、バイクパッキングとかする時に固定できるように考えてるんですかね。こういった感じのパーツがついてたりとか、ジッパーもこう、斜めにこうスライドして開く作りになってますね、ニーモの方は。生地もねすごいしっかりしてます。でヘリノックスの方はこっちはこっちでねこうデイジーベルトがついてて、取り付けに一応できるのか、これにさらにねカラビナつけて他の荷物を運んだりとか、これね両端にループついたりとかしますね。こっちのニーモはねループは片一方だけですね。両側にはないです。でこっちはジッパーがここの半分まで開く感じですね。開けやすさは、ニーモの方がこう途中までですね、寝袋みたいにこの途中で止まる感じになってます。全部下までいかない作りになってますね。これはねどうですかね、しまう時やってみるとこっちの方がこう下が開ききらない方がねギュッとこう突っ込みやすくていいっていう感じもありますね。こっちの方がね出す時は開口部が大きいので出しやすいですし、出しやすいヘリノックスとこうしまいやすいニーモっていう、こ
この考え方の違いですかね。どっちも別に悪くないと思います。はい、それでは、収納状態見たので次はセッティングしていきたいと思います。まずニーモの方を出してみます。ちょっとね、半分ちょっと下まで開くジッパー開けて中身出しますと、こういうタイプの椅子みんな一緒ですね。生地にこうフレームがくるまれた状態で収納されています。あとはこういうねバンジーコードでこう束ねてありますけど、こういうのねすぐなくすんであんまりこれは気にしなくてもいいですね。あってもなくても結構ね硬いっすね。結構ギリギリな、継続して使うならこれ結んであるんでちょっと自分で緩めておいた方がいいかもしれないですね。すごいきつめに留めてありますね。組み立てはこちらのちょっと広いところでやっていきます。こちらのフレームは、ヘリノックスと近いですね。このバンジーコードゴム紐でつながっていて一体化されているので、基本的にはワンピースという感じですね。これセッティングしていきます。テントのポールのようにこうアルミのフレームを差し込んでいくんですが、特徴的なのはこの、メインシャフトといいますか中心のお尻の下にあたる部分のポール、こちらはですねこう楕円になってます。オーバルに。それとこのオーバルの部分差し込むとこう、回転しなくなるという特徴ありますね。ここはね結構くるくる回ってこう足の部分がねと背もたれの部分がこう回転して分かんなくなっちゃう場合があるんですが、これねしっかり差し込むと固定できるようになってます。そして後の部分は普通のオーバルではなく丸型のポールになっているので、そのまま差し込むだけですね。でもう一つ特徴がこちらの部分ですね。ヒンジが止まっていてこの部分だけ足が抜けなくなってます。これにちょっと無理に引こうとすると壊れてしまうんで、ここ抜けないのは初めからちょっと了承の上使ってください。ここはね止まっていて抜けない理由ちょっとメーカーに確認したんですが、真ん中に入っているこのショックコード、これをね束ねる部分がここに集まっているそうです。ヘリノックスですとこの関節の部分、この部分に大きなボックスになっていて、おそらくそこでね収束してるんですが、ニーモの場合はこれをね多分軽量化のためか薄く軽く作るためかこういったねボックスがなくてすごく細身なこうねジョイント部分になっていて、この部分にバンジーコードのまとめを逃がすというような作りになってます。フレーム出来上がるとこんな感じです。続いてヘリノックスの方も見ていきましょう。開けると、生地の方にこうくるまってる感じですね。ヘリノックスの方もこういうね輪ゴムみたいのがついてるんですけど、これもね使ってる都度切れそうなんで、これね初期出荷用のバンドと思ってもらって、切れたりなくしたりしても、あんまり気にしなくてもいいかなと思います。でヘリノックスはもうご存知の方も多いと思うんで、ほぼ説明不要かと思いますが、全部ね丸型のパイプ使ってるんでどんどん差し込んでいくだけですね。ニーモとの違いはこれ、一応できましたけど、この状態でこうねここが回っちゃうのをニーモは回らなくするよっていうのがちょっと改良というか違う部分ですね。あとはここね楕円オーバルになってるとお話したんですけど、この回転を防止するという意味と、さらに座った時に一番ここにね負荷がかかりますんで、その時にね他のパイよりも太くしてオーバル楕円にすることによって高い強度を求めているといったところがちょっと他のチェアとの違いになってますね。フレームの並べとこんな感じですね。サイズ感とかほぼほぼ同じ感じですね。で次に生地をセッティングしていくと、ヘリノックスはこちらですね。このヘリノックスのロゴが読めるように、これが背面の背中の上の方に来るようにつけていきます。でヘリノックスの方はこの生地の裏側の方に、このシルバーのね印がついてますが、やっぱりここ回転しますね。やっぱねここにこのポールの先端を背中の上側からですね差し込んでいく。やっぱこれ今ね足倒れてますけど、これがこちらムーンライトにはないよというところですね。かぶせていきます。よいしょ。ちょっとこれね新しい状態なんでちょっとね生地が張っててちょっと入れづらい感じはありますね。結構ね女性の方にはねよいしょ新品の時はやりづらいって言われるんですけど、でも使い慣れてくるとねだんだん伸びてきますからね。これ初めねかなり張ってるんでちょっと力がいる感じでした。続いてこちらニーモですね。こちらもロゴがね読めるような向きで、これが背中の上側いきます。でフレームの方は先端がこういうちょっと丸いね突起がついていて、こちらの生地の方もねこういうカップ型になっていて、
カチッとはまる感じになってます。でニーモの方はねちょっと生地ご紹介遅れましたが、こういうメッシュの生地を全ての製品に採用してます。でちょっとバイアスで伸びるんですけど、よいしょ、ヘリノックスよりはやっぱりこう生地がメッシュの分だけ伸びがあるんで、こう一生懸命引っ張らなくても、セッティングは結構こっちの方が楽ですね。ヘリノックスの方も生地が伸びてくればだいぶやりやすくなるんですが、初期状態だとこっちのニーモの方がセッティングしやすいですね。はい、2つ完成するとこんな感じです。ではこのまま流れで使用時のサイズ比較していきたいと思います。まずはワイズ、まずはムーンライトが49センチに対してチェアワンの方が52センチ、3センチですね。もうほとんど変わらない。でも若干やっぱヘリノックスが大きく見えますかね。でももうちょっと差があってもいいような感じしますけどね。一応3センチだけこちらの方が大きいことになってます。もうちょっと大きく見えますけどね。で奥行きがヘリノックスが50センチに対してムーンライトチェアが53センチ。ここね奥行きの深さはニーモの方が若干あるんですね。でもこれも3センチですね。ほとんど気にすることのないぐらいのサイズ感ですね。で最後に高さはチェアワンが66センチ、ムーンライトチェアが64センチとなってます。こちら2センチこっちが低い感じです。ほぼ同規格ですね。誤差の範囲内ぐらいのほぼ同じサイズ感になってます。次ムーンライトチェアのカラーラインナップご紹介していきます。その前にヘリノックスなんですが、こちらはですね、先ほども申し上げた通り別注品とか様々ありますので、今回ねヘリノックスのカラーはちょっと割愛しておきます。してニーモの方はこのラインナップですね。左からブルーバード、こちらのカラーはね今手元にあります。こんな感じですね。これはブルーバードです。その次が赤系のスモルダー、そして次が今ずっと見ていましたグッドナイトグレー、そして2022年から新登場するのが右下のフォートレス、ちょっとブルーっぽい感じですね。それとオキサイド、ちょっと暗めのオレンジという感じですね。2022年はこの5色のカラーラインナップになってます。続いてまたサイズになりますが、座面高ですね。この高さ測っていきます。チェアワンの方はカタログ上に35センチと記載があって、ニーモの方はね書かれてなかったんでちょっと実測してみます。まずヘリノックス、一応スペック上35センチになってますが、どうもねここで高さヘリノックス測ってるみたいです。で見ていきますと33、4センチですね。ちょっと表記よりも気持ち低いですね。カタログ上で35センチ書いてあるんですが、これも生地の張りとかねフレームの張り具合によってちょっと若干誤差が出るのかなという感じで、誤差の範囲内かと思います。こっちは一応実測すると33.5センチぐらいですね。ここまでの高さが。してニーモの方は一応カタログ上では表記ないんですが、実測してみると、簡易的なものでそんなに正確じゃないんですけど、34.5 ぐらいですかね。表記はないですけど一応実測すると 34.5 ぐらい、ヘリノックスが 33.5 ぐらいだったんで1センチぐらいここの高さがちょっと高いことになりますね。ここのねヘリの高さってあんまり、1センチしか違いませんしほぼ同じなんですけど、お尻の深さがねどうかっていう感じですよね。実際座った時の感じとしては。これで見るとだいたい同じぐらいですね。これねこう生地でたわんでるんで測るの難しいですけど、一応ちょっと素人計測でやってみるとヘリノックス30センチぐらいですかね。2ももうだいたいこっち31ぐらい。そうですね。ちょっとこっちのが気持ちこの高さのね違いと比例していてムーンライトの方が若干高いですね。でも30センチと31センチなんでだいたい同じ感じですね。パッと見ねすごい似た感じのチェアですけど、実測してみると本当に数値比べたりとか実測すると本当にね同じような規格ですね。続いて耐荷重見ていきたいと思います。まずはムーンライトリクライニングチェアが136キロ対応になってます。ちょっと座ってみると座り心地いいですね。そしてチェアワン、ヘリノックスのチェアワンが145キロとなっています。これで見ると、ムーンライトの方が9キロ耐荷重に劣る数値になっていますね。
ただこの耐荷重の表記ってすごく難しくて、全てのメーカーで、どのようなテストをして耐荷重を出しているかというのが統一されたいのが事実です。なので例えばこの耐荷重が80キロと出てるメーカーであっても、実際にはテストで200キロを超えるような荷重をクリアしていた場合でも、安全面を考えて低めに出すというメーカーもあれば、本当にもう数値ギリギリ本当壊れる寸前の表記を発表するメーカーもありますので、これはねなんかちょっと一概にどっちが強い弱いっていうのは難しいです。ちなみにもっとねたくさん普及してるメーカーで超有名メーカーになると結構80とか100とか弱そうなね表記してるメーカーあるんですけど、実際にはもっともっとね高いねテストの荷重をクリアしてるものも実際には多いと聞きます。といったところを踏まえて考えると、テストの仕方がねわからないんで、どっちも100キロオーバーの頑丈な椅子だよという評価でいいのかなと思います。次にフレーム見ていきます。こちらのムーンライトの方はシンプルにアルミニウムですね。軽くて丈夫でいいアルミ使ってると思います。そしてチェアワンの方は TH72M という素材使ってます。当然こちらもねアルミなんですが、こちらねこのチェア用の特殊な別注素材を使っているということで、ご存知の方も多いと思いますが、このヘリノックスというメーカー、ダックポールとか DAC ポールと呼ばれる、DAC の、アルミポールの超一流メーカーの作る、チェアのファニチャーのブランドになっています。なので、これに関してはポールに関してはね、もうポール世界一にを誇るブランドなので、ここにもねちょっと見えづらいですかね、 DAC って映んないですね、名前が入ってますが、ポールに関してはねヘリノックスはもう負けてはならないメーカーなので、こちらの方がねいいものを使ってると思います。ニーモの方もよくテントのね上位クラスのものにはこの DAC から供給を受けたフレームを使ったテントを多く使用しているので、これもね DAC なのかなって一瞬思ったんですが、これに関してはね表記がないので、別なブランドのポールを使っているようです。ただこう座ってみたりとかしても、素材が違うからどっちが悪いという感じは正直体感はね難しいところですね。どっちもいいものだと思います。次に座面の素材見ていきますと、まずチェアワンの方はシンプルなポリエステル素材になってますね。この素材も、これはこの面がねちょっとクローズというか目の詰まったポリエステルで、背面とサイドにメッシュが採用されていて、これもね製品によってはいろいろバリエーションがあるものなんですが、基本的にはポリエステル一択という感じですね。でムーンライトチェアは先ほどお話しした通り全部がメッシュ素材使ってますね。カラー違いやっても全部同じ感じのメッシュです。そして素材は同じポリエステルですが 100%PCR となっています。この PCR ポストコンシューマーリサイクルの略となっていまして、これ 100% となってます。100% リサイクル素材の座面を使っているという表記になってます。序盤で見たねお値段の違いって考えていくと、フレームはねおそらくDAC のポール使ってるヘリノックスの方がフレームはいいのかもしれませんが、座面になりますとねこちらがかなり環境に配慮した素材を使っていて、こういったねリサイクル素材かなりね割高になることが多いので、これもねお値段の違いにちょっと反映されている部分かなと思います。この座面がヘリノックスでもねオールメッシュの素材選べたりとか、メッシュの多め少なめっていうのがモデルによってありまして、よくねどっちがいいのかって聞かれたりとかね悩まれる方いらっしゃるんですけど、これはもう完全に好みでいいと思います。どっちもそんなに問題はなく、寒い時にねメッシュ気にされる方いますけれども、使われる時期はね圧倒的に暖かい時期が多いですし、とかねシーツのようなものをかけて使える場合もありますので、ニーモはそういった純正のシーツとかカバーはないんですが、類用できると思うので、その辺は暖かい寒いはあまり気にせず使われていいのかなと思います。これで大体のスペックは見終わったんですが、最後に一番とっておきですね、ニーモのムーンライトチェアの名前の由来になってます機能についてご紹介します。横から見た方が分かりやすいと思うんですが、今ねリクライナーという名前なんで角度変換ができるというのが特徴です。今一番ねリラックスした状態になってます。これをですねここにサイドにこういうアルミの取っ手がついてます。ニーモって名前入ってますねちゃんとね。これをですね体を起こしながらギューッとこれ引っ張っていくと角度が変換します。今ねだいぶ起きてる状態です。これをまた逆にこのアルミのパーツを持って背中側に引っ張るとぐっと角度が変わります。これどうやって使い分けるかと言いますと、こうしてテーブルなんかで使う場合には食事を取ったりとかテーブルにあるものを取りやすいように絞った状態、そうすると姿勢がいいので、物が手に取りやすい、こういった姿勢になります。そしてムーンライトの名前にもなっていますが、月を見るような
リラックスした姿勢になりたい時はこれをぐっと倒してもらえるとこういった仰向けに近い状態に変更できます。これをちょっとヘリノックスと入れ替えてみると、ちなみにテーブルはこれユニフレームの焚き火テーブルですね。地上高40センチのテーブル、大体ねこの辺のテーブルと合わせる方多いと思いますんで、こちらと合わせてみますと、ヘリノックスも全然問題ないですけどね、こうやって物を取りやすいんですけど、このリラックスの姿勢となるとやっぱさっきのムーンライトの方がそうですね、もっとこう仰向けに角度がゆったりするので、こちらですね、こういう感じもできます。なのでご飯食べたりする時の角度はどっちも同じぐらい、ヘリノックスも結構起きてるんで物を取りやすいので、テーブルについての使いやすさはあまり変わりませんが、ムーンライトの方がご飯食べやすい姿勢とよりこうリラックスした姿勢両方が選べる、これがムーンライトリクライニングチェアの名前にもなっている機能です。こうコンパクトな椅子なんでこう座っちゃうとね、椅子の全貌がちょっと分かりづらい感じになっちゃうんですけど、分かりますかね、これねすごくいいです。こういったコンパクトチェアでこういったリクライニング機能って他の製品には見られないと思うので、ここはね前半に話したこうニーモのちょっとよそとは違う一味加えてくれるギミックの面白いところですね。すごくこうリラックスできます。はい、といったところで一通り見終わりましたが、最初にあった5500円の価格差、こういったね他にはないリクライニング機能はさすがニーモという感じでしたし、あとはですねこのリサイクルポリエステル 100% 使用している座面とか、こういった部分にね共感できる方はニーモのこのリクライニングチェア選ばれてもいいのかと思います。それでは以上となります。ニーモのムーンライトリクライニングチェアのレビューでした。ありがとうございました。